旅に出かけると新たな発見が待っています。豊かな伝統文化や探求心が深まる意外な歴史、そして五感で味わう自然の恵み、感動と刺激がいっぱい、脳が生き生きする脳活旅の始まりです。焼き物の町として知られる佐賀県有田町。1984年創業の総窯にお邪魔しました。ご家族全員が陶芸家の草場さんご一家。有田では唯一、全国でも珍しい製法で器を作っています。その製法がこちら、練り上げ技法。磁器の土に色をつけ、パズルのように組み合わせた生地を型に打って作ります。普通の焼き物と違い、表面だけでなく金太郎飴のように内部まで模様がついています。奥様の美奈子さんの柄はアジサイ、野菊など草花が中心。息子のエイトさん、アメリカでクラシックギターを学び、レコード会社に勤めた後、家業に入ったそうです。とってもおしゃれな迷彩柄ですね。実はエイトさん、自衛隊に入隊したこともあって、その影響なんだとか。こちらではこの練り上げ技法を体験することができます。選べるデザインも豊富で気分も上がりますね。体験しておよそ1ヶ月半後に完成し、自宅に届けられます。で結構ね、プレゼントに作りたいっていうお客さん多くて、なんかバレンタインに合わせたりとか誕生日に合わせたりとかですね。色はピンクと紫と青という感じで、これもこれだけの色数があるので、好きな色を選んでもらって、こういう底にワンポイントなんかつけてもらったりとか。土を触って無心で手を動かすと、使ってない脳が目覚めてくるそう。ぜひお試しを。Hello! Welcome to コラクガマ。いらっしゃいませ。ドイツ人のジェレミーさんが作品作りを行っている有田町の後楽窯。広々とした倉庫には虎箱がずらりと並んで、いろんな種類の器が所狭しと積まれています。ここではトレジャーハンティング、器の宝探しを体験できるんです。5000円と1万円のカゴを選び、自分好みの器を見定めていきます。お宝がないか、とにかく皆さん必死です。古いものが好きなジェレミーさん、このプロジェクトを知って感動したそうです。すごいびっくりした。いいアイディアって思った。SDGs と昔作品はまだ使いますね。焼き物はカビとかいろいろありません。下まで焼き物があります。何があるわからない。古い新しい焼き物を見つけます。それはすごい面白い。長年倉庫で眠っていた器が息を吹き返すトレジャーハンティング。さて、どんな料理や酒の魚を盛り付けようか、考えるだけでワクワクします。食べながら焼き物を見る、それはちょうどいい。
古代より大陸への玄関口として栄えてきた唐津。ここに幻の名城とも言われるお城がありました。天下統一を果たした豊臣秀吉が1592年より始まった文禄慶長の役の拠点として築いたのが名古屋城。大阪城に次ぐ大規模な城にもかかわらず、わずか5ヶ月の間に築かれたといいます。城跡に隣接する名古屋城博物館では、当時のにぎわいぶりを知ることができる街の絵図と再現した模型が展示されています。周囲には150以上の諸大名の陣屋が構築され、全国から20万人を超える人々が集まったと言われています。かつては敵同士だったものとか、親の敵だったり子供の敵がいるような時代ですので、新たな時代がやってきて、初めて顔を合わせる者もたくさんいたでしょうから、そこで関係づくりをしたり、そういった中で茶会を開いたり、農の場を設けたりして、食事を振る舞ったり、そういった、交流の場としても非常に栄えた場所になります。政治、経済、文化、いろんなものの中心がこの佐賀の名古屋城にあった。言ってしまえば日本の首都のような、とても非常ににぎわった町だったということが想像できますね。そのことを象徴するのがこちらの茶室。豪華さはまさに圧巻です。こちらではイベントの際に茶室に入って抹茶を楽しんだり、学芸員の解説を聞くことができます。全国でもここしかない貴重な体験なんですね。武将たちが目にしたような景色を実際歩いてもらいながら、また想像を膨らませてですね、名古屋城のにぎわいも感じてもらってたらと思います。佐賀は多くの賢人たちを輩出してきた土地でもあります。そのうちの一人が明治大正を豪快に駆け抜けてきた政治家、大隈重信公。国の史跡に指定され、武家屋敷の面影を残した立派な成果が残っています。大隈氏の勉強机の前に大きな梁の出っ張りがあります。これ、居眠りをすると梁に頭がぶつかるという仕掛け。大隈氏の母親が施したと言われています。明治の新政府で新しい国づくりに励んだ大隈氏は、日本の近代化に大きく貢献。教育にも熱心でした。また名演説家としても知られています。自らの考えを国民に理解してもらうために各地を駆け回り、多くの人を魅了しました。大隈さんのことはこういうふうに思いますと言ったことがあるんです。それは、サービス精神旺盛な頑固者と名付けました。本当の葬儀は、日比谷公園で行われたんですね。それを聞いた一般の市民の人が喪服を着て続々と集まってきたんですね。で、日比谷公園の中に入って名刺を置いたり記帳したりした人が、計算したら30万人いたと。それでも入りきれない人が、今でいうと日比谷の入り口から有楽町の方にかけてですね、ずっと喪服を着た人たちが並んだそうです。その数130万人と言われたんですね。
記念館の見どころはこの建物自体にもあります。外観は大隈氏の体と佐賀の県木であるクスノキの根幹をイメージしたどっしりとした作り。人間像や人間愛を体現した芸術作品と言われています。多くの学びを得るさまざまな歴史ストーリー。見えてくる世界がぐっと広がります。続いては武雄市のオルレ。韓国の最終島から始まったオルレは、自分なりにゆっくりと楽しみながら歩くトレッキングのようなもの。ここ武雄市は日本で最初に誕生した九州オルレの第1号コースです。体を動かすと血の巡りが良くなり、脳の血流も改善。頭も気分もすっきりします。景色も良く、最高のパワーチャージとなります。武雄市を象徴する御船山の敷地に立つホテル。ロビーは幻想的な雰囲気に包まれています。透明で柔らかな湯触り感が特徴の武雄温泉。なんと宮本武蔵、伊達政宗、シーボルトも入ったという記録もあるんだそう。そして今注目されているのがこちらのサウナ。サウナの聖地と呼ばれているほど人気だとか。300年前に有明海から隆起して生まれたという御船山。ここを舞台に自然のありのままの姿とデジタルテクノロジーを融合させたアートが展開されています。1300年前に瞑想行基が彫ったとされる五百羅漢などが点在。サウナで脳が開き、森の中のアートに触れて極上の癒しを体感できます。見事な茶畑の風景が続く嬉野の町。この地域のお茶文化は15世紀に明の陶芸家が自家用のお茶を栽培したのが始まりと言われています。後に釜入り茶の製法が伝授され、今に伝えられています。ここでは旅人の心と体を癒すとっておきの体験プログラムがあります。温泉街を見下ろす標高200メートルの高台に位置する茶畑が舞台。地元農家さんが愛情を込めて作ったお茶をいただく茶空間を体験できます。コンシェルジュが品種の特徴や歴史などを説明しながら3種類のお茶でもてなしてくれます。その土地の風や土、日差しを感じながら茶畑で飲むことで、より深く五感でお茶を味わうことができます。お茶の世界だと一座建立っていうんですけど、もうこの1時間という時間なんですけど、そこでなんかただお茶を入れてなんか終わりじゃなくって、そのお客様との1時間をすごく大切にするようにはしてますね。なんか今すごい忙しい現代なので、お茶を飲むことでなんか一旦なんか自分と向き合う時間とか、
今なかなか急須で入れる方も少ないと思うんですけど、あえて急須で入れてこの2分間必ず待たないといけない2分間とかがあるので、なんかそこで少しなんか自分と向き合うじゃないですけど、そういう時間になってほしいなっていうのはこの茶空間をしててはいつも思いながらですね。一杯のお茶を求めて旅をする新しい旅の形が嬉野にあります。江戸時代、長崎街道の宿場町として栄えた鹿島市の肥前浜宿、通称酒蔵通りと呼ばれているこの通りは、大型の酒蔵や武家屋敷など風情ある町並みが残っています。ここに一軒の酒蔵オーベルジュ御宿福千代があります。日本酒鍋島で知られる福千代酒造が手掛けています。1780年代に建てられたこの建物は、九度造りという佐賀の平野部では伝統的な形式で味噌や醤油作りをしていた商家でした。伝統的な町並みを後世に残したいという思いで、福千代酒造のオーナーがオーベルジュという形で再生させたのです。大人の贅沢おこもりステイを味わえる落ち着いた空間です。食事処で料理長を務めるのは、東京の三つ星和食店などで研磨を積んだ西村拓馬さん。九州を中心に厳選された食材を生かした料理と鍋島が誇る日本酒のペアリングを楽しむことができます。そして趣たっぷりのこだわりの器、おもてなしの精神が込められていますね。町の歴史に思いを馳せながらたしなむお酒、より一層深い味わいとなります。唐津市呼子の波戸岬からおよそ3キロの沖合に浮かぶ松島。元は無人島で、江戸末期に長崎からイカ釣り漁船でやってきた隠れキリシタンが移り住んだのが始まりと言われています。イタリアンの店リストランテ松島。この島で生まれ育ったオーナーシェフの宋さんは、島の魅力を多くの人に伝えたいとレストランを始めました。玄界灘の新鮮な魚介類でもてなすことができるのが一番の自慢です。うちの父です。さっきまで素潜りに。潜ってらっしゃったんです。あります。今日も潜ってると。京都好きなのがこれ。何ですか？石鯛とあこ。この丸のまんま。宋さんのお父さんと弟さんは海で素潜りで漁に出ているんですね。はい。なんで料理しながら海が見えるんで、遠目に見て誰の船が帰ってきてるなとかっていうのをすぐ分かります。お料理のその先のこの島の空気感であったり、風土であったりとか、歴史であったりとか、そういうトータルで島を楽しんで感じていただけたらなと思って、お料理はもうその一部かなと思ってます。それを表現するための。
先人たちが守ってきた海の恵みをふんだんに使った料理、その恩恵に感謝しながらシェフが丹精込めて作った島のごちそうをいただく、何とも言えない格別な味わいです。島を好きになってもらって、一人でも多くの松島ファンがですねできるといいなと思ってます。人生に旅を、知らない土地に一歩踏み出せば一期一会の素敵な出会いが待っています。身も心も元気にする大人の脳活旅、そろそろ出かけてみませんか？